じゃあこのワンマンってレーベル所属がかかってたんだ。今日のライブ見たら声かけられるのも納得って感じだけど、ここまで早いとは思わなかったな。でもまだ決まったわけじゃないです。連絡を待ってる状態で。でもさっきのおじさんが期待しててって言ってるならほとんど確実って感じじゃない？まあいざ蓋を開けてみたら残念って場合もあるし、期待しすぎも良くないと思うけど、でもレコード会社の人の目に留まってるのは事実だし、遅かれ早かれプロデビューはできそうな気がするね。だといいんですけど。でもレオニードもデビューってなったらなんか面白いね。こういうの同期って言うんだっけ？時期が同じだったら多分そんな感じになると思うし、その時はライバルになるんだ。ライバル？それに同期って、もしかしてアネモネもプロデビューするんですか？え？言ってなかったっけ？知らなかった。いろんな会社に声かけられてるとは聞いてたけど、どこに所属するかは決めてないと思ってたし。確かに変なところに所属するくらいならプロになんてならなくていいって思ってたよ。ビジュアルで売り出そうとか言ってきたとこもあったけど、そういうのはうちのスタンスとは違うし。でもいろいろ話をする中で一つだけいいとこがあったんだ。そんな大きな会社じゃないんだけど、私たちがやりたい音楽を好きにやっていいって言ってくれて、この会社ならいいかなって思って、先週だったかな、契約書にサインしてきた。そうだったんですね。ってことはここにいる全員プロってわけだ。私たちはもし所属できたとしてもインディーズなんですけど。今メジャーもインディーズも変わんないでしょ。やることは変わらないし、あとは自分たち次第だよ。自分たち次第？うん。レコード会社に所属したら今までよりやれることがたくさんあるからね。例えば今回のワンマンって開催大変だったでしょ。会場を抑えるのもチケット売るのも全部自分たちでやらなきゃいけないし。そうですね。今回はいろんな人に協力してもらえたからなんとかできたけど、全部自分たちでやろうとしてた時は本当に大変だったな。でもレーベルに所属すればそういうことは全部会社に任せられるし、私たちは音楽だけに集中できる。ライブではいい箱を押さえてくれたり、演出とかにも実績あるスタッフつけてもらえたりするし、曲に合う MV 作ってもらえたり、ラジオのちょっとした枠もらえたりとか、もしかしたらテレビに出れる機会もあるかも。テレビ？まあひっくるめて言うと単純に露出が増えるよね。その分いろんな人に自分たちの曲が届いて、それが実感できた時はすごく嬉しいって感じると思うよ。私たちの曲が今まで届かなかった人たちにも聴いてもらえたら嬉しいよね。そうだね。やっぱり私たちの音楽でたくさんの人の心を揺さぶりたいし。それにテレビにも出れちゃうなんてすごいよね。私たちの曲がいろんな人の家で流れちゃうんだ。でもテレビなんてちょっと緊張しちゃうかも。ちょっと気が早くない？まだ本当に所属できるかも決まってないのに。もしもの話だから、そういうことになったらどうしようって。でもそんなに夢いっぱいでもいられないと思うよ。
もちろん、やれることが増えて楽しいのは事実だと思うけど、でも、そこからは私たち次第。バンドとして生き残るためには、現実と戦わないと。現実と？どういうことですか？そうだね。今までは自分たちの好きなように音楽をやってこれたでしょ。ライブやるのも新曲出すのも好きなタイミングでやれたし。でもプロになるとそうはいかなくなる。レコード会社にとって私たちはビジネスパートナーだから。会社から提示された条件で活動していく必要があるってことですよね。っていうか、売れるためにできることを常に考えなきゃいけないってことだね。こういうのってすごく嫌な話に聞こえるかもしれないけど、プロになるっていうのはそういうことなんだよ。私たちはレーベルに売れる音楽を提供する。レーベルは私たちの音楽を売るために最大限のことをしてくれる。それがさっき言った宣伝だったり、ライブの箱だったり演出だったりするわけで、つまり私たちプロのアーティストとレーベルっていうのは売り上げを軸にして関係が成り立ってるんだ。そして売れる可能性が低いバンドを所属させるわけにはいきません。こっちも仕事なので。もしも売れなかったらどうなるんですか？所属の契約を解消されてしまうとか。そういう場合もあるかもね。っていうか、むしろそうなった方が売れないアーティストにとっては幸せかも。そうだね。アーティストにとって一番辛いのは、売れないことが自分たちだけの問題じゃなくなることだと思う。レーベルがこのバンドは売れるって信じてくれて、お金や時間を使ってたくさん宣伝をしてくれたとしても、売れないことはあるから。その時は会社の人とか代理店の人とか、いろんな人たちに申し訳ないって気持ちが大きくなると思うよ。そっか。私たちがプロになっても売れなかったら、私たちの音楽をいいと思って声をかけてくれた進藤さんにも迷惑をかけちゃうかもしれないんだ。とまあ、先輩風吹かせちゃったけど、プロになるっていうのは自分たちの音楽のために他人の人生も巻き込んでるってことなんだよね。だからその意識はみんなで持っておいた方がいいよ。いざプロになった時、その辺で揉めるバンドって結構多いから。揉める？そういえば、ついこの前もそういう話聞いたな。ボーカルは売れる音楽をやりたいって思ってたけど、ギターとベースの子はそういうのをあんま意識してなくて、ただ楽しく音楽をやりたかっただけなんだって。で、結局その意識の差をきっかけに、いろんなことがうまくいかなくなって解散したみたい。結構メンバーの仲がいいって有名なバンドだったんだけどね。まあ正直よく聞く話だよね。うちもそうなりかけたし。そうなんですね。でも絶対なのは音楽を届けたいって気持ちじゃない？バンドってそのための集まりなわけだから。そのための集まり？もちろんメンバー同士仲がいいのはいいことだと思うけど、それってバンドの本質じゃないでしょ。私たちが一番にやるべきなのは、自分たちの音楽をたくさんの人に聴いてもらうことだし。それはそうですね。私もレオニードの音楽をたくさんの
の人に聞いてもらいたいと思ってる。でも私たちはたくさんの人たちの心に響くような音楽をやりたくて、そのためにプロになろうと思ってたんだから、その気持ちは絶対だし、忘れようもないけど、これからもしっかり胸に刻んで活動していこう。そうだね。いい曲や歌詞を作って、誰かの心を打てるように、もっと頑張らないと。確かに私も今までずっと、お客さんの心を響かせられるような音楽をやりたいって、そう思ってやってきた。でも、なんだろう。私たちが一番にやるべきなのは、自分たちの音楽をたくさんの人に聴いてもらうことだし。一番って言われたとき、私は、大きなライブハウスって今までよりいい音でやれたりするのかな？機材によると思うけど、いい音が出るならその分ごまかしも効かないだろうから、しっかり引き込まないと。そういう場所でやれるようになるまでに、今まで以上に練習頑張らないとね。これでいいのかな？このままプロになれたとしても、今のままで私は